Let's cook and taste Japan with Savvy Sensei right out of your own home. はい、皆さんこんにちは。甲斐幸太と申します。今日ですね、私がお教えするのは博多豚骨ラーメンですね。では早速始めましょう。はい、そしたらですね、厨房にやってきました。うちのお店で使っている、コンロと寸胴と大きなしゃもじ宮島ですね。これを紹介しますね。まずこちら。お店で使っているガスバーナー、正確にはコンロなんですけども、熱量が2万キロカロリーのものを使っています。火がですね、中と外、この中のレバーと外のレバーですね、2つに分かれているタイプですね。2つに分かれているタイプでないとちょっと僕はスープを作る自信がないので、もう10年以上このタイプのコンロを使っています。はい、次がこちら、お店で使っている寸胴ですね。直径が60センチのものを使っています。で、実はなんですけど、あまり知られてない知識なんですけど、規格物の寸胴っていうのは直径と高さ全く同じになってます。これ蓋なんですけど、60センチなんですけど、高さもこんな感じで60センチですね。で、容量が164リットル入ります。お店ではこれを3台使ってますね。で、次にこちらも重要なアイテム、宮島というものなんですけど、大きなしゃもじだと思ってください。アルミ製とかステンレス製とかあるんですけど、じゃあ木製のものを使っています。この大きなしゃもじ宮島で骨を割ります。こんな感じで叩いて骨を割りますね。こちらも大事な道具の一つです。ちなみになんですけど、この宮島、なぜ宮島っていう名前がついているかというと、広島県の宮島という土地がですね、しゃもじの一大生産地となっておりまして、伝統工芸品なんですね。なので、ちっちゃいご飯をよそうしゃもじでもこのサイズでも大小関係なく宮島という名前で呼ばれています。はい、そうしましたら翌日開始のスープの仕込みのために、前日の夜ですね、豚の冷凍されている状態の骨を流水につけて解凍します。お湯だとね、腐りやすいので必ず水を使ってください。豚の頭ですね、合計で14個入れますね。重さにして約20キロですね。この時の水の量は、骨が浸かれば構わないので結構適当で構いません。こんな感じで、顎はないんですけども、目玉もついていて脳みそも入っている豚の頭の骨ですね。はい、こんな感じでしっかり全部使ってれば水の量は適当で構いません。でこのまま一晩放置します。で、翌朝ですね、解凍が終わってだいぶ血が抜けているので、この溜まっている水すべて抜き切ります。で、水を抜き終わったらここに、冷水ですね、水道水で構いません、70リットル加えます。で、ここもお湯だと沸騰するまでの時間、お湯からと水からとでは沸騰するまでの時間が全然違うので、アクが出る量がかなり変わってきます。なので必ず水を溜めてください。で、水が溜まったら火をつけます。火力は全開で構いません。で、しばらくするとアクが浮いてきます。で、この段階でアクを取ってもそんなに意味はないので、これくらいしっかりアクが溜まったら鍋とアク取りでしっかりアクを取り切ってください。ある程度取ったら水を10リットル加えます。水を加えて一度沸点を落とすことで、再び沸騰するまでの間にアクが浮いてきます。これを利用して全部で4回ですね、アクを取ります。で、こんな感じでアクがまた浮いてきます。これも取り切りますね。これアク取り2回目です。アクを取ったら再び水を10リットル加えます。
で再びアク浮いてきますのでアクを取ります。これがアク取り3回目です。で取り終わったらまた水を10リットル加えます。でまたアク出てきますのでアクを取ります。これでアク取り4回目ですね。でさらに10リットル水を加えます。これでメモリでいうと130リットルぐらいのメモリになっていれば大丈夫です。4回目のアク取りが終わって加水をした後でも加水をしている関係でアクが出ます。でそのアクもこうやってきれいに取り切ります。そうするとね、表面かなりきれいにアクがない状態になりますので、この時点ではこれくらいきれいにスープを保ってください。で左がアク取り前ですね、右がアク取り後です。アクがないのでスープが透き通ってきれいになってますね。で火力は全開のまま進めています。で次1時間後ですね、水分飛んで水位が下がってますので再び水を10リットル加えます。1時間半後ですね、水位が下がってますので水を10リットル加えます。で火力は引き続き全開のままですね。でこの後2時間半ですね、火力全開のまま2時間半スープを放置します。で2時間半後ですね、かなり水位が減ってます。20リットル加水と、背脂3キロを投入します。で背脂はこういった感じで、冷凍されているもので構いません。解凍する必要はないので固まったままそのまま入れてください。で背脂入れ終わったら、冒頭に説明した宮島ですね、こちらを使って骨を砕いていきます。叩けば叩くほどね、骨が割れて小さくなっていきますので結構力入れて骨を割ってください。で上の方が割れやすいのでこうやってね下から持ち上げて下にいる骨、割れていない骨も割ってください。はい、じゃあ30分後ですね、また骨割りをします。なるべく引き続き力を入れてしっかり叩いて骨を割ってください。でここで火力を下げるんですけども、中火は不要になります。外火だけで加熱していきます。でもう一度骨割りですね。でしっかり割ってください。でこの時点で、火力をさらに下げます。でここで注意点なんですけども、火力は沸いているスープの沸き具合ですね、ここで調整してください。雨が降っている日、晴れの日とでは気圧が変わるので沸点がちょっとだけ変わってきます。映像を見て同じような沸き具合に合わせてもらえるといいかと思います。はい、2時間ほどでスープが100リットルを下回ると OK です。でここにですね、1個前のロットのスープの骨を5キロとスープ10リットルを加えます。でこの作業をすることで、言い方悪いんですけど古いスープ、発酵した状態のスープですね、これが加わり旨味や、香りが増します。この作業を呼び戻しの作業と言います。で今の作業終わったらですね、火を消して扇風機を当てて冷ます作業に入りますね。はい、そしたら翌日です。時間にして12時間ぐらい空いてますけども、冷めることで膨張が下がってちょっとだけ水位が下がってますね。でここで、温度を確認します。スープの温度が30度以下なら OK ですね。26、7、8度台だったら問題ないですね。はい、OK です。では再び火をつけて2日目のスタートです。でこの時は全力で構いません。沸くまでは全力で火をかけます。しっかり冷めてるんで2時間ぐらい沸くのにかかるんですけども、沸いたら火をねかなり極小で
スープを詰めていきます。でなるべく宮島を使って骨を真ん中に寄せることで綺麗な対流を作って乳化しやすいような状態を作ってあげます。こんな感じですね。沸いてる泡の位置がなるべく真ん中に来ると乳化しやすいです。でそうするとですね、スープの粘度が急に変わるタイミングがやってくるので、よく観察しておいてください。ジャバジャバジャバっていう音からドボドボドボっていう音に変わるんですけど、そうなったら安定させるためにさらに30分スープをそのまま進めます。これ30分後ですね。ここでやっとスープは完成ですね。こんな感じで何度かスープを落として音を確認してください。スープ自体は、工程はここで完成なんですけども、一晩寝かせて、ようやく使用することができます。で常温で1日保存が可能です。で再沸騰させればさらにもう1日は保存が可能となります。はい、これで完成ですね。はい、そしたらですね、次お店用のチャーシューの、仕込みに移るんですけども、まず道具ですね。お肉切るので、包丁とまな板を用意してます。あとは、バットですね。お肉大きめのバットと、あとはチャーシューを縛るための、紐ですね。タコ紐と、30リットル入るタイプの寸胴を用意します。はい、そしたらですね、材料ですね。豚バラ肉、こちらです。解凍しているものもしくは生の状態のものを、5キロぐらい、4キロでも大丈夫です。4キロから5キロぐらい用意してください。結構これは規格ものというかばらつきがあるので、その範囲内だったら構いません。と醤油が全部で4リットルとみりんを3リットル用意します。そしたらですね、バラ肉を1キロサイズにカットしますね。今回用意したバラ肉が 4.5 キロぐらいだったので、ざっくり4等分ですね。これぐらいで構いません。個体差あるので正確に1キロというよりも 4.5 キロぐらいだったら4等分、5キロだったらまあ5等分してください。でこれでだいたい約1キロの塊になりました。でこれをタコ紐でですね縛っていきます。でですね、豚バラ肉をこうやって力ずくでこう折りたたむ感じですね。タコ紐をどこからでも構いません。一巻きしてこれ一回ね結んでしまいます。で結んだままのこの勢いでこっちの長い方ですね、これ引っ張ってこう輪をかけるようにしてグッと輪をかけて引っ張る、輪をかけて引っ張る、これの繰り返しですね。輪をかけて引っ張る、輪をかけて引っ張る、もうこのまま1本丸々進めますね。で半分終わったら残り半分ですね、輪をかけて引っ張る、輪をかけて引っ張るですね。こうですね。で真ん中を残している理由っていうのが、どうしても肉ってその柔らかいので真ん中から外に巻いていくと肉がどんどん逃げていくんですね。細さがまちまちになるんですよね。綺麗なチャーシューを仕上げるにはこっちを巻いた後にこっち側は外側から内側に巻く感じですね。そうすると肉がこっちに逃げていくのであんまり変な形にはなりにくいですね。でこのまままた進めます。輪をかけて引っ張って輪をかけて引っ張る、これの繰り返しですね。はい。で、巻き終わったらタコひも切って最初の巻き始めとこの巻き終わりですね、これを結びます。
後でほどきやすいように蝶々結びですね、しっかり蝶々結びで巻きます。そしたらですね、こんな感じで1本きれいに巻き終わりました。で残りのお肉も、同じように、巻いてください。で注意してほしいポイントが、1本ですね均一の太さで作ることと、4本が同じ太さになること、これを意識して巻いてください。そうしないと火の通りと味の入りがですねばらつき出てきますので、そこだけ注意してください。はい、そしたらですね、次がチャーシューを、味付けするタレの準備をしておきます。先ほど紹介したこの寸胴ですね、この中に醤油4リットルとみりんを3リットルを合わせて、入れておくだけです。でこう入れる時にですね、回すと出が早いですね。はい、醤油入れ終わりました。次みりんですね、みりん3リットル入れます。はい、これで準備は OK です。はい、そうしましたら次チャーシューのボイルですね。店用豚骨スープのレシピ7番の工程に同時進行でチャーシューを入れてボイルします。1時間半後ですね、加熱が終わったら茹でたチャーシューを取り出してタレの中に入れます。はい、そしたらですね、スープの中で90分ボイルしたチャーシューを取り上げてきました。こちらですね。加熱は終わってるんですけど味が入ってないので、先ほど用意したタレの中に入れて加熱します。なるべくこうやって立ててあげると後々取りやすさもありますね。こんな感じですね。浮いていきますけど、そしたら火つけます。で沸くまでちょっとかかりますけど、沸いたら、5分ぐらいですね、弱火で沸騰状態保って5分経ったら完成ですね。ボイルが終わって味入れが終わってで取り出して冷蔵庫で4日間ですね寝かしたものがこちらですね。4日寝かすことで肉が締まって味もしっかり入ってるので、必ず4日間寝かせてください。すぐ食べても、正直あんまり美味しくはないですね。味も入ってないですし肉も締まってないので、この状態がベストです。1本ちょっと切ってみましょうか。紐ついてるので紐を取って、はい、こんな感じですね。しっかり肉も締まっていい感じですね。味もちゃんと入ってますね。で後ほどこれスライスしてトッピングに使います。はい、そしたらですね、お店で作っているラーメンの、道具と食器の説明をしますね。でお店で使っている、道具ですね。まず本当はこれより大きいんですけど、スープを温める鍋、それとラーメンのタレ、返しを測るレードル、25cc のレードルですね。麺を茹でる、手棒と、茹で麺機、以上ですね。食器が、丼、あとレンゲですね。はい、以上です。続いてですね、材料の説明です。まず麺 100g 生麺タイプですと、スープ2日間寸胴で仕込んだスープですね。あとラーメンだれとチャーシュー2枚、だいたい 8g から 10g のものが2枚です。万能ネギ 10g とキクラゲ、水で戻した状態のものです。 10g と万能調味料、これが 2g です。以上が材料です。はい、ではラーメンを作ります。ラーメンだれですね、 25cc 丼に入れてください。そこに万能調味料 2g、
スープですね。今回は先に入れます。スープを 350ml。はい、で次に麺を茹でます。先に入れた理由は、この生麺は茹で上がりが早いので、今回はスープを先に用意しました。で麺入れます。茹で時間は普通基本の茹で加減ですね。30秒。30秒入れます。はい、30秒経ちましたので麺を揚げます。でここでもやはりお湯はしっかり切ってください。はい、こんな感じですね。で麺をスープに入れたら麺線を整えてください。しっかりほぐす感じですね。はい、こんな感じです。でここにチャーシューを入れます。で続いてネギですね。ここにキクラゲも入れます。でレンゲを刺して完成です。